いましい。お前さえ生まれなけりゃ来い。すずねすずねすずね兄ちゃん。すずねごめんな、助けてやれなくて。兄ちゃんダメだよ。兄ちゃんが怒られちゃうよ。だから私に構わず家に帰ってね。行こう。寒くないか、すずね。兄ちゃんがいてくれるから大丈夫。行くところがないんならうちに来るか。兄ちゃん、兄ちゃん。お、起きたか。さて、そろそろ降りてもらおうか。ここからは自分で歩け。なんか変なとこ。この町全体がタタラ場を中心に刀を作るために建てられているんだ。さあ帰れ。お父さん、おかえりなさい。ただいま。いい子にしてたか。誰？道で拾った。今日から一緒に暮らすことになる。ここで暮らす？うん。こいつらをうちで引き取ろうと思う。いいか？私の名前は白雪。あなたは？ジンと。こんにちは。あなたのお名前も教えてほしいな。鈴音。ありがとう。これからよろしくね。よろしく、白雪ちゃん。ちゃんはいらないよ。私たち、これから家族になるんだから。眠れないのか。元春さんは武士なの？いや、見こもりだ。大切なものを守れるお役目だよ。
ゆきちゃん、お団子食べすぎるから今度は山菜採りに行こうよ。だって千歳ちゃんちのお団子すごく美味しいんだもん。でしょ？千歳お母さん、じゃあまたね。またね。ジータリもまたね。お母さんただいま。今日はね、白雪ちゃんとジータリーとすずねちゃんと一緒に。白雪のお母さんってさ、夜風さんだったっけ？俺たちが角野で生活できるよう取り計らってくれたって人。あの社にずっといるんだよな。うん。お母さんは五木姫だから。五木姫？そう。火の神の巫女様。五木姫と会えるのは、集落の長と巫女守のお父さんだけなの。五木姫はその神聖さを保つために、俗人と交わってはならないんだって。私はもう何年も会ってないな。さあ、帰りましょう。おう。いやまだまだだな。まあ精進するこった。分かってるよ。でもさ、俺全然変われてない。いいかジンタ、変わらないものなんてない。自分じゃそんな風には思えねえかもしれんが、お前だって少しずつ変わってるんだ。だから腐るな。お前は強くなれる。俺が保証してやら。と、そろそろ勤めに行かにゃならん。元春さん、今日もありがとう。おう。お父さん、はい、荷物。ありがとな。いってらっしゃい。はーい。残念だったね。ここ痛い？やめろよ。いいからいいから。お姉ちゃんが慰めてあげる。何がお姉ちゃんだよ。俺より年下のくせに。私の方がしっかりしてるから、お姉ちゃんなの。すずれ！おはよう、兄ちゃん。どうしたの？いや、なんでもない。さあ、まずは朝ごはんだね。ああ。こたびも鬼切り役、大義でした。仁太、悪鬼羅刹を前にしても決して退かぬ。あなたの献身嬉しく思います。いえ、見こもりとして、なすべきをなしたまででございます。こたびの鬼はいかなものでしたか？人に化けて、角野に侵入しようとしておりました。おそらく狙いは姫様であろうな。鬼はもとより1000年を超える寿命を持つが、巫女の生き肝を食らえば不老が得られるという。そんな真実か否かもわからないような話は。事実、先代の五木姫の夜風は鬼に食われ、元春の命と引き換えにやっとのことで封印したであろう。あるいは家来かもしれません。五木姫が代々受け継いできた宝刀。鬼にとっても価値があるものでしょう。ほう。家来は角野の技術の粋をもって作られ、1000年の時を経てなおも朽ち果てぬ霊刀だという。鬼もその力を欲するかもしれぬということですな。ですが。ええ、わかっています。そんなにピリピリしなくても大丈夫ですよ、父上。
今の五木姫は二人も見こもりがついてるんですよ。清正。しかも一人は剣術しか能のない希代の見こもり。なあ。何が言いたい？神前でのいさかいは褒められたものではありませんよ。は、申し訳ありません。あなたもです、清正。俺もかよ。当然です。あなたも見こもりでしょ。見こもりっつっても、俺はお前の護衛くらいしかしねえんだけどな。清正。へい、わかりましたよ。では、今回のところはこれで終わりとする。今この場にいるのはあなただけですか？は、ならもう大丈夫ですね。姫様。ねえ、ジンタ。何回も言ってるけど、なんでそんな喋り方なの？立場というものがあります。そりゃあ抵抗があるのはわかるけど、二人の時くらいは名前を呼んでほしいな。今はもう、そう呼んでくれるのはジンタだけなんだから。しかし。白雪。ごめんね、わがまま言って。ダメだね。いつまでもジンタに頼って。私は見こもりだ。五木姫が見こもりに頼って何の問題があろうか。ありがとう。そういえば、今日はすずちゃんも来てるよ。白雪。誰かに見とがめられれば、五木姫に不敬を働いたと、切って捨てられても文句が言えないぞ。そう言わないの。すずちゃんジンタに会いに来たんだよ。私に？鬼切り役で2日も家を離れていたでしょ。我慢しきれなかったんだと思う。しかし掟は守らねばならん。鈴音、起きろ。兄ちゃんおはよう。おかえりなさい。はあ、ただいま。鈴音、何度も言っているがここは禁域。立ち入りが許される場所ではない。でも兄ちゃんだって来てるのに。これはお前のためでもあるんだ。お兄ちゃんは大変だね。静かに。人が来た、鈴音。抜け道があるから大丈夫。おい。またねお疲れ様。すずねちゃんはいい子だね。さすがに今日のは参ったがな。姫様、少しよろしいですか。以前の件を少し煮詰めたいと思いましてな。そうですか。失礼いたします。ジンタ、少しの間外へ出ていてくれんか。ですが、平時に離れることを。ジンタ、あなたは下がりなさい。御意。ジンタ、見こもりとして角野を、これからも頼みます。ジンタ、私ね、五木姫になるんだ。
お母さんが守った角野が好きだから、私が支えになれるなら、それでいいって思えたんだ。でも、もう会えなくなるね。なら俺が会いに行くよ。今はまだ弱いけど、俺強くなる。元春さんみたいに強くなって、どんな鬼でも倒せるようになる。そうしたら、見こもりになって会いに行くよ。ねえ。守備は上々よ。自分の力だけど、さすがに口頭無形すぎて信じられなかった。でもちゃんとこの目で確認できたわ。間違いない。あの顔は私が見たまんまよ。兄ちゃん、今日はゆっくりだね。社に向かうのは昼頃でいいそうだ。そうなの何かついてる？包帯ずれているぞ。これで大丈夫？ああ。私たちは幸せだな。鈴は兄ちゃんがいるならいつだって幸せだよ。おはよう。姫様？なんでここに。抜け出してきた。ジンタ、今日一日、私にちょうだい。抜け出してきた？いつき姫は。大丈夫。今日のことに関しては長も了承済み。兄ちゃん、久しぶりにみんなで朝ごはん食べよう。ああ。兄ちゃん早く、姫様に手伝わせちゃ申し訳ないよ。おいこら、はしゃぎすぎるな。もっと美味しいの出せばいいのに。そう言うな。兄ちゃん解消なし。殴るぞ。ジンタは甘いし、スズちゃんを殴るなんて絶対無理でしょ？兄としては叱るべき時には叱るし、必要ならば手もあげる。でも絶対無理だよね。やっぱりスズちゃんもそう思う？だって兄ちゃんだもん。お前ら本気で殴るぞ。じゃあ試しにやってみて。コツンくらいでいいから。まあ別に悪さをしたわけでもないしな。そうだね。嬉しそうだな。だって今日一日姫様と一緒なんでしょ？だから鈴も嬉しいの。なぜそれが嬉しい？鈴は兄ちゃんが大好きだもん。だから兄ちゃんが幸せだと嬉しいの。留守を頼んだ。いってらっしゃよし、お団子食べに行こう。すずねちゃんいい子だね。ああ。ジンタ様が女性を連れておられる。ジンタ様が美人の女性？白夜様はご存知なのかしら？一大者。千歳、邪魔するぞ。ジンタ様、
いらっしゃいませ。その方は。知り合いだ。それ以上は聞いてくれるな。お団子を10本ちょうだい。2本でいい。あと茶を。気づかなかったね、千歳ちゃん。何年も顔を合わせてないんだ。仕方あるまい。わかってはいるんだけどね。ありがとう。お待たせしました。これは磯辺餅お好きでしたよね。覚えていたのか。はい、ちょうどあったんで、ジンタ兄に食べて。すみません。構わない。うまい。ゆっくりしていってください。千歳ちゃん緊張してたみたい。仕方がないだろう。あの子にとって今の私はジンタニーではなくミコモリ様なのだから。そうだね。変わらないものなんてない。それお父さんがよく言ってた。ああ、いつだってあの人は大切なことを教えようとしてくれた。私はあの人の背中を今も追いかけているような気がする。そっか。お父さんとお母さんみたいに私たちもこの角野の景色を繋いでいけたらいいね。ああ。今日はありがとう。いや、私も楽しんだ。そっか、それならよかった。また私のわがままに付き合わせちゃったから。もういいのか。ここでジンタと話したかったんだ。ここは私の始まりの場所だから、伝えるのはこの場所がいいと思ったの。ねえ、聞いてくれる？ああ。私、清正と結婚するね。昨日、長に言われた。鬼が私を狙うなら、先代のようになる前に跡継ぎを産まねばならないって。清正は見こもりで、角野の血を引いていて、いずれ集落の長になる。この婚約は、角野の民のためだって。私もそう思っちゃった。今の私は白雪。だから言うね。私、ジンタが好きだよ。でもこれからは白夜。もう白雪には戻れないの。正直に言うとね、一緒にどこか遠くへ逃げたいって思ったんだ。だけど、ジンタはきっとそんな道を選んではくれない。そうだな。それって私のことが好きじゃないから？私が守ると誓ったのは白雪ではなく白夜だ。幼い頃から必死に剣を磨いてきたのは、五木姫になるといったお前の決意を尊いと思ったからだ。お前と一緒になる道を選んでしまえば、研鑽を積んだ小野が歩みとお前の決意を否定することになる。俺にはそれが受け入れられないんだ。やっぱりジンタは私と同じだね。最後の最後で誰かへの思いじゃなくて自分の生き方を選んでしまう人。五木姫になるって決めたのは私。なら巫女としての自分を否定したら正面からジンタに向き合えない。今まで歩いてきた道を嘘にしたら、あなたを思う私の心もきっと嘘になる。だから私は五木姫でいようと思う。
あなたを好きな私が最後まであなたを好きでいられるように。ああ。ならやっぱり俺は、見こもりとして、お前を守るよ。イラスの森に鬼が2匹出たとの報告です。角野には清正を置きます。あなたは森へ向かい、小野が役目に先進なさい。は、鬼切り役、受けたまわりました。武運を祈ります。おい。おい！なんで何も言わない？聞いたんだろ、白夜とのこと！ああ。それでいいのかよ！お前何考えてんだ！無論、姫様の安寧と、角野の平穏だ。お前だって白夜のことが！それでいいのかよ！お前、頭おかしいよ。私もそう思うよ。はじめまして、お嬢ちゃん。不意を打ったつもりだったのだがな。お前だけか。2匹と聞いていたが。あやつは角野の地へ行った。そうか。やはり面白い。鬼の寿命は優に1000年を超えるが、人の命は瞬く間だ。しかし人はその意志を、技を受け継ぐことでより長く生きる。人は誠に面白い。だからこそ聞きたい。人よ、なぜ刀を振るう？摂理に逆らい得た力でお前は何を切る？他がために、守るべき者のために振るうのみ。ねえ、私が何者だかわかる？鬼。そう、あなたと同じ。私たちは仲間よ。違う、すずは人だもん。お兄さん、いい子なのね。だって人でありたいと願うのはお兄さんのためでしょ。あなたがそう思えるようにこれまでお兄さんが守ってきたのなら、それはとてもすごいと思うわ。そんなにお兄さんが好きなのね。兄ちゃんはね、すずのすべてだから。ちっちゃくても女の子ね。あなたのお兄さんを傷つける人がいるの。あなたの力を貸してくれないかしら。すずの力？ええ、少しついてきてくれるだけでいいの。大丈夫、鬼は嘘はつかない。決してあなたに危害は加えないわ。行かない。すずに危害を加えなくても兄ちゃんに対してはわからないから。そう。じゃあこれでどう？
私の力は遠見。自分の見た未来の景色をほんの一瞬だけど他の誰かに見せることができるの。そんなの聞いてない！もちろん幻覚なんかじゃないわ。嘘。信じられない？なら確かめに行きましょう。お兄さんのためよ。兄ちゃんの。私も問おう。鬼よ、何故人にあだなす？鬼ゆえにだ。鬼は人を殺すのがサガだと。いいな。俺はこの地でなすべきをなすと決めた。故にそのために動き、故にそこから一歩も動けぬ。鬼は鬼である己から逃れられぬ。止められないのか？できれば鬼と呼ばれぬ。そうか。ならば遠慮はせん。必要ない。俺の力はどうか。食った鬼の力、合力は骨格すらも変えるほどに余力を増す。俺はなすべきをなした。俺と共にいた鬼の力は遠見。あやつが見たのは遠い未来。今から170年後、角野の地に鬼を滑る王鬼神が降臨する姿。この鬼神と呼ばれる者がこの地に住んでいることを知った。だから我らはここに来たのだ。角野に住む鬼。人よ、選別だ。持って行け。お前は守るべき者のために刀を振るうと言った。ならば今一度と守るべきと誓ったもの、それに守るだけの価値がなくなった時、お前は何に切っ先を向ける？人よ、なぜ刀を振るう？清正、やめてよ、こんな時に。せめてジンタの無事がわかるまでは。こんな時だからだよ。うまくいきゃ一晩で済むだろう。それとも何か？お前はあいつに喘ぎ声を聞かせたいってのか？決めんな、お前だ。私か。俺強くなる。元春さんみたいに強くなって、どんな鬼でも倒せるようになる。私は角野のためにこの道を選んだ。私は五木姫だから。なんでお前らは。ほら、ほ
本当だったでしょ？すずちゃん。ねえ、姫様。なんで？生きている。すずね。姫様は兄ちゃんが好きなんだと思ってた。でも本当は男の人なら誰でもよかったんだね。違う。じゃあなんで姫様は。私は何のために。どれだけ辛くても苦しくても兄ちゃんと姫様が結ばれたなら心から祝福した。それで兄ちゃんが幸せになれるなら、そう思えばこそあの人の手が他の誰かに触れたって耐えられた。なのになんですずちゃん、あなたはジンタのために、ジンタが好きだからずっと身も心も幼いままジンタの妹でいてくれたの？あなたならまだ我慢できると思って。なのに。ごめんね。でも私はもう他の何者にもなれない。五木姫として角野のために生きる。それだけが彼の思いに報いる道だと思うから。何それ。私の欲しかったものをすべて手にしておきながら、それをどうでもいい誰かのために捨てる？よくもそんなことを。どれだけバカにすれば気が済むの！私は。いい加減その不愉快な口を閉じろ。ねえ、私の言った通りだったでしょ？このお姫様は悪い女なの。許せないわよね。あなたの大好きなお兄さんを裏切っても、あの女はのうのうと守られ続ける。何も知らずに戦うお兄さんを陰で笑いながら、あんなクソみたいな女のせいで、お兄さんが傷つくなんて嫌でしょ？なら考えないと、お兄さんのために何ができるのか。こんな女、いなくなればいいのにね。すずちゃん！ダメよ！すずちゃん。ねえ姫様、死んで。ダメよ、色男さん。女の喧嘩に男が出ちゃう。それ、多分あなたは使えるはずよ。自分が今まで崇めてきたもので殺されるなら、お姫様も本望でしょ。あんたにはまだ大切な役目があるわ。ごゆっくり。面白そう。すずちゃん。白木、すずね！
おかえりなさい。怪我はない？月姫にお姉ちゃんに慰めてちょうど怪我して家族になるんだから。私、ジンタが好きだよ。危ないな。いきなりどうしたの？兄ちゃん大丈夫？何かあった？スネなのか？本当に？そうだってば。なぜだ？なんでお前が白雪を。なんでそんな顔するの？鈴は姫様を殺したんだよ。もっと喜んでよ。お前は何を言っている？姫様はね、他の男の人と結婚するんだって。兄ちゃんのことを好きだって風に振る舞ってたくせに裏切った最低な女なの。だから兄ちゃんが気に病むことなんてないんだよ。お、くれ。兄ちゃんはやっぱり今も姫様が好き？あんなにひどい人なのに死んじゃったら悲しいの？あ、でもさ、もう死んでるから、これで姫様が他の男と結婚するところなんて見ないよ。よかったね。ねえ、そろそろ帰ろう。疲れちゃった。疲れた。邪魔なのいっぱい片付けたから。私たちを育んでくれた門野の民を踏みにじり、白雪を殺し、全てを壊した上で出てくる言葉がそれなのか？何が？そうか。私の知っているお前はもういないのか。兄ちゃん。無様なものだ。私にはもはや何も残されていない。違うな。一つだけ残ったものがあったよ。なんでそんな目で進んでるの？何もかもが憎くて仕方がない。あのバイトを殺しただけ。もういい、黙れ。そっか。結局兄ちゃんも鈴を捨てるんだね。兄ちゃんだけは鈴の味方でいてくれるって思ってたのに。ならいい。いらない。もう何も信じない。あなたが鈴を、私を拒絶するなら何の価値もない。ケースもあなたにも。もういいでしょ。命を粗末にせずとも今なら。黙れと言っている。そうならいい。じゃあ試しにやってみて。コツンくらいでいいから。まだ立つか。ならば貴様。逃げなさい。
待て、鈴音！私は全てを憎む。だから全てを壊す。人も国も、この現世に存在する全てを私は滅ぼす。忘れないで。どれだけ時間がかかっても、私はもう一度あなたに会いに来るから。私のなすべきことをなした。これが貴様らがなすべきことというのか。こんなことが。そうよ。私には見えるの。早すぎる時代の流れに私たちはついていけない。作り物の光に照らされ居場所を奪われ、そうして鬼は昔話の中だけで語られる存在になるの。でもこれで私は満足。同胞の未来を守れたわ。何が見こもりだ、何が違いだ。俺は何もできなかった。何一つ守れなかった。白雪、俺はお前が好きだった。角野を出ます。今一度己を磨き直し、いずれこの地に降り立つであろう鬼神を討つために。良いのか。その話が真実ならば鬼神とは。けじめはつけねばならぬでしょう。憎しみに身を委ね妹を切る。陣太よ、お主は本当にそれでいいのか。鈴音は大切な家族です。けれど白雪、姫様を殺された恨みがある。今も憎悪が私を追い立てるのです。あの子を殺せと。ですが、叶うならば切る以外の道を探したい。鬼に落ちたお主は殺戮を絶するのだと思った。だがまだ残っているものがあるらしい。持っていくがいい。抜いてみろ。これでお主は柳井の所有者となった。ならば慣例に従い夜を受け継ぎ、以後は陣屋と名乗るがよい。しかし私が持っていくわけには。五木姫の家系が途絶えた今、社で誇りをかぶっているよりもお主に使われる方がいい。何よりその方が姫様も喜ぶであろう。すまなかった。お主と姫様が互いに思いを通じ合わせていたのは知っていた。しかし清正もまた姫様を思っていてな。角野の未来などと言いつつ、わしは我が子可愛さに清正と姫様の婚儀を進めた。
この惨劇はわしが招いたのだ。お主が長い年月の果てに角野へ戻ってくるというのなら、せめてもの詫びに神社の一つでも建てよう。名は神田神社。人も景色も鬼ほど長くあることはできないが、瞬きの命とて残せるものもある。私にとってジンタニーはジンタニーのままだから。また今度磯辺町でも食わせてくれ。絶対ですよ、絶対ですからね。あれから何年経ってる関係以外変わんねえ。いない生活はつまんねえ。来世にまた期待してどんな世界線でも会いに行くまたいで。憎しみも悲しみも超えた。聞こえてるかこの声が。あの時分かった。なぜあの鬼がなすべきをなしたと満足げに言ったのか。170年か。遠い昔のことなんて自分には関係ないと思っていたけれど、その涙の理由は、すみません。私が今ここにいる意味とつながっていて。あなたはここの巫女ですか？だから私は知ってゆく。彼が歩んだ170年に及ぶ長い道のりを。